今回はトレロという皆さんも結構知ってると思われるツールなんですけれども、これを私が実際に授業の中でどのように使っているのかっていうのについてお見せしたいと思います。トレロはもともとはタスク管理ツールなので、このようにいろいろなプロジェクトがあって、それをプロジェクト別にガントチャート、工程表ですね、それを作ったりして管理をしていくというのに便利なツールです。で、私は実際にこの3年生のクラスでこのトレロを使っています。3年生は最終プロジェクトで発表をするんですが、そのためにいろいろな原稿を提出したりだとか、パワーポイントを提出したり、先生のチェックを受けたりということで、いろいろな段階があるので、それが一覧で見えた方がいいなということで、これを使い始めました。で、この便利なところは、例えばこれすべて学生の名前が入ってるんですが、その学生が今どこの段階にいるのかっていうのをこのように動かして、それでコントロールすることができます。例えば、最初は原稿提出から始まるんですが、その原稿の提出をした人は、先生のチェックを受けるためにその真ん中のところに名前を移すというふうにできます。私は今ここで原稿の提出、それからチェックが終了したかどうか、あとはパワーポイントも提出してもらうことになっているので、その3段階に分けてあります。ではここで実際にもう一つの過程を追加してみたいと思います。追加するにはそのもう一つのリストを追加というところをクリックするだけなので、本当に簡単にもう一つのパネルが追加できます。これで実際にパワーポイントを作り終わって提出した人はもう完了して練習を始めてくださいというような段階に移すことができます。で、そうしている間に他の学生で原稿のチェックで止まっていた人たちがパワーポイントの段階に移るという準備ができていると思うので、それをまた移行していくという形になります。で、こうすると今誰がどこの段階にあるのかというのが一目でわかるので、すごく先生にとっては管理がしやすいと思います。それでは今度は一つ一つのそのパネルの中を見ていきたいと思います。本当はこの山本という名前を入れてあるところは別に他のプロジェクトで使用するんであれば全然他の名前でもいいんですが、私はこの発表の準備を可視化するためにこれを使っているので、このトピックのところには学生の名前を入れました。で、例えば詳細説明はこの学生が何について説明をするのかというようなことを書いておけばいいと思います。それからさらにこのチェックリストというものを追加することもできます。例えばこの原稿提出の中でもさらに細かくやらなければいけないことがあったとき、例えば訂正は完了したのかどうかとか、あとはハンドアウトも作ることになっているので、それも一緒に提出してもらう場合は、それも終わったかどうかなどの項目を作ることができます。で、もしこのチェックリストが終わった場合にはチェックをしてあげるとどのぐらいそれが進んでいるかというのがこのバーでわかるようになってます。あとは他の人と一緒にこれを使うのであればここにコメントを追加したりもできるので、他の先生と共同で使ったりするということも可能です。それからいろいろなファイルを添付できるようなので、それもすごく便利な点だと思います。でも最初からここにローカルコンピューターでもいいし、Google ドライブでもドロップボックスでもいろいろ連携をしているようなので、その中からファイルを探して添付をすれば簡単に添付をすることができます。それからもう一つすごく便利になったところは、この締め切りの設定のところです。この提出は何月何日の何時までなのかというのをカレンダーから選択して設定しておくことができます。で、設定をするとこのようにラベルのところに何月何日までなのかっていうのが表示されます。もし時間前に終わっていれば、ここをクリックしてあげると、もうこれは終わりましたということで緑の表示がされます。そうすると前のところに戻っても、その人またはそのプロジェクトはグリーンで表示がされるので、もうすぐに見てわかるという状況です。もしこれが締め切り前であれば黄色の表示になりますし、締め切りが過ぎていれば赤の表示ということでとても見やすいと思います。で、これらの締め切りの状況を一目で見たければ、カレンダーをクリックすると、このようなカレンダー出てくるので、その中で誰がどこの締め切りだったのかというのをプロジェクト別に見ることが可能です。
その他の機能としては、この、プロジェクトごとまたはその学生の名前ごとにラベルとして色をつけることが可能です。なので、例えば、プロジェクトの内容によって、この山本さんは食べ物のトピックなので、食べ物のトピックの人には紫のラベルをつける。南さんも、たこ焼きということで、食べ物のトピックなので、南さんにも紫のラベルをつけておく。もしその他のトピックだったら、他の色にしてみようといったような、こちらも視覚化が可能です。あとはこのボードに誰か他の人を招待した場合ですが、ここの招待をクリックすると、メールアドレス、またはこのリンクをシェアするというボタンが出てくるので、これをコピーして、その招待したい人にシェアをしてあげれば、その人も参加することができます。ただし、その場合はその相手の方もログインするアカウントを持っていなくちゃいけないので、アカウントを作ってもらう、または、既存のアカウントを使って入ってもらうということが必要になります。私の場合はあくまでもこれは自分のその学生のプロジェクトの管理のために使っているので、学生をここに入れてシェアをするっていうことはないんですが、実際にクラスの中でプロジェクトを行うとき、プロジェクトの準備をするときっていうのは、この画面をクラスの前で一緒に見せて、それで自分が今どこの状況にあるかっていうのを判断してもらってます。